今回は鎌倉まで足を伸ばして鎌倉彫の時蔵工房で漆器の塗りを体験させていただきました。漆を使う体験としては、割れた陶器を漆でつなぐ金継ぎや漆器の表面を削って金粉を入れる蒔絵も体験できる施設は結構ありますが、実際に塗りを講座の受講ではなく単発で体験できる施設は私たちが調べた限りでは関東ではこちらだけでした。今後ほど動画の中で出てきますが、漆の塗りに使う刷毛は人毛である必要があるそうで、そこそこのお値段がするので素人にはあまり触らせたくないというような部分があるようです。早速塗り師業界の話も交えながらの説明動画をご覧ください。本日これやってもらうんですけど、世界最古の塗り物が日本から出てます。1万3000年前のが出土してます。で、僕鎌倉彫なんていうのは700-800年の歴史なんですごい近代的なんだけど、かなりもう昔からもう色漆で塗られてました。で、1万年土に帰らないっていうのは抗菌効果が効いてるってことなんですよ。なるほどね。分解しないと。そう、分解しない土に帰らない、だから相当な抗菌効果で、よそってから食べるまででも効いてると言われています。で、コロナも死にます。漆屋さん、この箕輪執行っていうでかい漆屋さんが実験してるんですよ。コロナをこう塗ったところと塗ってないところをこうピッてつけて、で24時間で 99.9% 死んでた。だからそれが定期的にこれでも抗菌効くんですよ。定期的に吸わしとくだけでも、木が老けていかないんで、だから僕ら本当にここカビそうだなみたいなところにつけちゃう。階段の手すりとかいけそうね、みんなベタに。そうですね、手すりとか、ドアノブとか床とかトイレの床とかもなんか仕事でやりましたね。かなり有効なんだと思います。で、なんか他の今 UV ウレタンとか UV レジンとかなんか塗るんですけど、床って基本そんな値段大差ないんじゃないかなと思います。なのでその選択肢の一つでもいいかなと思ったりします。だから仕事がねあるんですけどね。塗り直し定期的にしなきゃいけない。いや、したのはねもう20年ぐらい経ってます。ただ定期的にやれば色戻るっていう感じですかね。で、漆って基本色がどんどん透けていくんですよ。例えば赤だったらもっと真っ赤になっていくし、もうねそういうものだと覚えてください。だから今日これ空色とかなんですけど結構渋いじゃないですか。時間が経っても相当鮮やかな。そうだからどんどん金だったらもっと真っ金になっていくし、赤だったらもっと赤くなっていくし、そういうものなんです。光に向かって抜けていくって面白いね。普通逆のイメージ。そう10年かけて硬化していくんですよ。10年ずーっと硬化し続けている。その間に透けていく。だからなんか昔の黒い品物とかってちょっとこうネズミ色みたいになってるんですよ。底部分とかちょっとあれは下の下地を抜いちゃってるんですよね。泥とトノコと漆を混ぜた下地をパテ状に塗ってるんですけど、こういうのってそれをね透けちゃうんですよ。で、土中だったら何千年も持つけど、外に置いといたら、もうすぐなくなります。もう塗膜はもうねすぐ消えます。もう10年ほっぽといたらもう木に戻っちゃう。紫外線に弱いんです。だからそういうことですね。これぐらいだったら全然平気なんですけど、外に置いとくと、だからこのすり漆とかを外にほっぽとくともうすぐなくなっちゃう。そういうものです。漆の木、漆か漆属漆の木という木なんですよ。漆を取る木って。で、例えばこれが漆だとしたらこう
ズバッと傷つけて、こうじわっと出てくる、ズバッと傷つけた時にこの傷を修復しようと思ってガッて生成されるんですよ。で、ここでかさぶたのように乾きます、空気中の水分との化学反応で硬化します、だから湿度で乾くんです。これがすごい特殊で、だから想像すると森の中で木肌がちょっとジメッとしてるところで乾くっていうのはすごい最適の動きなんですよね。そんで傷の治りとともに紫外線が当たるにつれてこうなくなる、それを拝借してるんで木にとってはすごい理にかなっているという感じですね、はい。何かご質問あれば何でも聞いてください。これ漆って日本だけですか？いや、アジアですね。アジア全部。あんまりなんか漆器って東南アジアとか聞かない。なんかどっちかというと塔とかで普通に網に使インドは塗られてる、中国はもちろん塗られてるし、あとは、インドの近くのスリランカとかでも盛んで、そうただその漆属漆の木なんだけど、東南アジアに行くとすごい熱帯な気候じゃないですか。だから成分が違うんですよね。その抗菌作用のが違かったり、だから出来上がりがちょっと違う。ゴム質が多いんですよ。パッと見わかんないわけで、素人目だと。わかるかも。なんかちょっとね、テラッとしてるんですよ。そのインドの塗り物は。ただ日本だからもうね、遡ると1万年いっちゃうんで、もう歴史ないじゃないですか。だから確かめようないんですけど、出土してるのは日本から出ちゃってるよっていうことで、昔はその塗料がないので、もう漆しかない状態だったと思うんで、電気屋さん状態だったと思います。漆って木の輪に塗るだけなんですかね。いわゆる陶器みたいなの塗っちゃう。塗ります。塗ります。塗ります。食いつきの問題もあるんで、食いつき剥離しちゃったり、そういう原因があるんだけど、焼き付けって言って温度で定着させちゃうこともできるんで、漆を。なので南部鉄瓶とか南部鉄器とかは漆です。鉄に塗ってます。そう。黒って漆なんですか？そうです。じゃあワイドスリーの代わりに。そうですね。そうなんだ。そので違くても元はそうです。本来は南部鉄瓶は漆です。だから錆びないとかそういう。錆びないです。棒錆び。鉄だけだったら錆びちゃうもんね。ただ南部鉄器も錆びますけどね。やっぱり。剥げちゃう。ただその鉄分がいいという感じで皆さん使って。でめちゃくちゃ一時期流行ってて、あれ、伝統工芸品店とかあるじゃないですか、デパートの。で僕ら鎌倉彫り集団で行くんですけど、そうするとなんだ江戸切子とか印伝とかいっぱいこうあってそんな中で一番売れてるんですよ、南部鉄瓶が。中国人の方とかにすげえと思って、やっぱり流行るんだ伝統工芸と思って。あれでお茶がね、中国の人がみんな。そうなんですよね、お茶文化ですからね。お茶にまた戻ってるから、あれでお茶入れると違うとか文化的だし、確かにそうっすね。だからね、基本だから木だけじゃなく何でも塗れます。で、これ中の芯材がトチかケヤキなんですけど、電子レンジダメっていうのは中の木がダメなんですよ。陶器に塗ったりすれば金属粉使ってなければ平気なんです。漆は平気。だから皆さんすっごいデリケートですごい大切に扱う感じなんですけど、ガソリンという塩酸硫酸でこれ溶かせないんですよ。固まっちゃうと。1万年持っちゃうわけですから。ただこういう角とかはすり減るし、ペーパーすれば傷つくんだけど、普通の洗剤なんて余裕だし、だから普通に皆さん使ってる食器と同様にちょっと柔らかいスポンジでバーって洗って乾燥させて使っていく。そんでちょっとこう
出ちゃったらそこだけ繕って使っていくというのが本来の使い方です。食洗機とかは食洗機は熱がいいのと悪いのがありますね。熱気がそらなきゃ大丈夫なんですけど、こうなっちゃうと木が動いちゃうんで、中の木が。だから漆自体は平気。大丈夫。だから歪んで剥離しちゃうんです。そうなんですよ。これ下手すると熱でパキって割れ出してバーンって真っ二つになっちゃうんですよ。木だから。木の問題だね。そうただこれねすごい補強入ってて、ここ布貼ってあります。このポコッとした麻布がバーって下地の時に貼ってあります。こういう木目なんで、ここからこう割れやすいんで、ここに貼ってあります。だから非常にいい弱になってるんです。ちゃんとしたの買うとなんか正月の雑煮食べてあとずっとしまっとくみたいな、普段使いしづらいんだよね。もう普段使ってた方がいいっすよ。その安全性という面でもそうだし、あとやっぱり過保護にしすぎても強いんで、そんでやっぱり高いものだから大事に使っていくじゃないですか。で僕ら仕事柄いいものとかも見るんですけど、代が変わると、例えば息子さん孫世代になっていくと、もうねゴミになるんですよ。価値が分かんないし、それで普通に捨てられちゃったりもするんで、だからガンガン使った方がいいし、こうやって、自分で作ったりするとそっちの方がね代々残ったりします。なんかお兄さんが彫ったとか、おじいさんが塗ったとか言うと、もうね絶対捨てないんで、そういう高いものより価値が上ということになります。はい、じゃあやっていきましょう。ちょっと見ててください。これ空色なんで、もうね相当最初渋いです。でだけど時間が経てば1年で相当抜けますし、顔料の量によっては渋めもできるし、ちょい明るめもできます。ただ最初に明るめだとものすごい明るくなるということです。こう研ぎながらどういう色にしようかなというのを想像してみてください。もうね、どーっと研いでいきます。水たっぷりつけて。今から塗る漆の食いつきのために傷つけていくっていう感じです。で、そう見えて凹凸もありますし、で、今日ここ塗りません。縁。なので縁当てないで。で、こういろんな方向からやっていいです。ただ最後、こうね向きをね揃えてほしいんです。こうはけ目の向きになります。本来は木目に沿って塗ってるんですけど、もう見えないんで、最後決め打ち。本来こう研いでこう塗ってます。木目に沿ってます。で横はこんな感じで、角だけあと気をつけてください。濡れてると分かんないんですけど、塗り師ってほとんどこの時間なんですよ。研いでる時間、ほとんど研いでる時間。ベース一回塗ったようなやつをもう一回ちょっと軽く剥がしにまあ肌整えてるみたいな感じですかね。最初木でザラザラしてるんで、それをもうガンガン塗り込んで研いでつるっとさしていくんで、最後仕上げる。そうですね。でまあここまで来るのに25工程かかってます。そうなんだ。1ヶ月以上かかります。昔は学校があったみたいで、専門学校みたいな職業訓練校みたいな、父の時はあって、でそこから各工房に授業に行って、だから仕事がいっぱいあるから需要があったからそういうのがあったと思うんですけど、今はもうないし、だからね新しくやろうという人ができづらい。修行7年って言われてるんですよこれ。だから7年間発給で働かすのがもう無理なんです。そうね。ただできるようになって仕上げらんないとお金入ってこないんで、基本は。だから難しい育成補助金とか出してくんないかな。そうですよね。そうなんですよね。
で7年修行っていうのは7年やると鎌倉彫の場合なんか県のね資格があります、漆塗装技能級っていうなんか県の職員県の資格なんですか？そうですね。へ一応伝統工芸って認定してるのが国なんで、その伝統工芸認定されてる津軽塗りとか輪島塗りとか、そういうところにはきっとそういうのがあって、ある一定のこの技術レベルを保つという意味合いだと思うんですけど。輪島なんか学校がありますあります。学校行って工房で、輪島の場合はでもすごい分業で中塗りとか上塗りとか、もう超大量生産な感じなんで、いくらでも人が必要なのかもしれません。鎌倉彫りはいわゆるピン系の霧の方があんまりないっていうイメージ。そうっすね。ハイエンドで頑張ってらっしゃる。いやそんなこともないですね。めちゃくちゃいいのはないです。そんなにあんまり。そうなんです。ここの牙が甘くなっちゃいますね。もうね見えないから見えないさらっと触ってたりすれば全然大丈夫です。これがね漆になります。まあロイロ上種は漆。ロイロっていうのはスケール。漆って種類いっぱいあって生成の段階で本来、樹液は乳白色なんですけど黒だったりこういう茶色っぽいやつだったりします。でロイロ上種藍っていうのは、まあ、透ける色と合わせてもいいよっていういい漆になってます、はい、透けるいい赤と合わせるみたいな意味合いですね。でこの美濃和執行さんでねネットで売ってたりするんで欲しかったら買えますしここで分けることもできます。取り扱えない。確かに。まだ大丈夫です。まだいいです。これが片手だけでも大丈夫ですか？がっちり。いや両手やってもらい両手ですよねます。最初緑から作っていきます。季節やいろんな条件で色を完璧に合わせてすっごい難しいんですよ。だから多少ずれると思います。ベースの漆に顔料ってことですか？顔料です。赤や金や、まあ、皆さん身近なもの全部赤いものとかは色漆は顔料入ってます。漆と、顔料といってもいろいろ水銀種だったり、鉄系だったり、あとは岩系だったり、これはね化学冷気剤って言って粉末なんだろう粉末を着色してるやつです。ただ抗菌効果とかは変わりません。昔の赤は全部水銀なんですよ。水銀種でもね人体に影響はないと言われていますが多分ないとは思いますもう何百年もね実証されてますからね。これは顔料なんですよね。そうです赤はそうです。で漆は湿度で乾くと言ったんですけどこれからはね乾かない季節が来るんです。逆に乾燥するから乾かないってことですか？そうです。洗濯物と逆なんで。ああ、面白い。ワイの具みたいな。ねこれ違うな大丈夫です、大丈夫です。系統は緑系という感じだけど大丈夫です。あれ系統色があって大丈夫です。
こう混ぜていきます。でこれ常磐と言います。パレット的なものです。まあベニヤに漆塗っただけです。ベースも漆なんですかね。これ漆で汚くなったらまあ研げばいいんで、ガラス板でやる職人さんも結構いますね。あとはやり方を教えないという閉じたね工房も結構あります。鎌倉はでもね、閉じててももうねなくなる一方なんで、もうフルオープンでいきます。これほんと道具とかも特殊だし、言ってできるもんじゃないんですよね。結構隠してどうすんだみたいな感じしますけどね。これこします。一応上塗りなんで、まあ洗いゴミなどを落とす。大量にこすときはこし器といって、こういうもっとでっかい和紙でガーって大量に桶にこしていっちゃうんですけど、一点物なんでもう常磐こしです。そうですね。でこれハケです。漆刷毛。これ人毛です。人の髪の毛です。ここまで入ってます。これ毛がどう、で中を漆で固めて、ヒノキでこうがっちりこう作ってあるハケ師さんっていうものすごい職人さんで、ここダメになっちゃったらズバンと切って、でこう削り出してシャキンととんがらがしてほぐしてここまで持っていく。カッターナイフ方式。そう、ただすごい最初ゴミとか毛とか出るんで、どんどん使い込まないと、エースになっていかないという感じです。突き出しと言います。これね、油で洗ってあります。漆って油で乾かなくなります。なので、今漆で洗っちゃうという感じです。でこれ油分が入ってるんで使います。乾かなくなっちゃうんで。これ人毛の漆刷毛はもう日本全国、漆器と言われる職人さん塗り師全員使ってます。これしか塗れないです。何が違うんですか？腰っすね。多分この腰やると分かるんですけど結構硬いんです、粘土が。でこの腰が弱いとこう置いてきちゃうっていうんですか、このままこうどーってこう一緒に連れてこれない、それが髪の毛を科学的なものが越せてないということです。だから超えれば、変わっていくと思います。人毛に行くまでいろいろ試行錯誤が。まあ一番身近ですしね、実は。そうね。ただ女性の黒髪限定なんですよ。しかもアジア人。若い女性じゃない？いやそれは分かんない。だって腰なくなってくるじゃない。まだ豊か。年取ると。日本人はねもうダメと言われています。日本人ダメなんですって。だから中国人女性だと思いますね。ちょっと見ててください。たまに混ぜます。まず配り、鳴らし、最後の鳴らしっていう順番でいきます。配るというのはつけるだけです。これこうドブッとつけないで、こう全体でこう取るという感じ。そんで厚く塗ると失敗します。垂れたり乾く前にこう動いちゃうんで、薄めでまずつけます。薄く塗るってちまっと取って広く伸ばすということです。
何も考えてません。ただつけてるだけ今は。で、底部分つけました。そしたらサイドはもう中から外という意識です。こっちからちょっとここにドアって乗っちゃうんで、こう切るように斜めに。最後鳴らす時はこうまっすぐなんですけど、この配ってる時は逆にこうズボンっていかないとこの角まで塗れません。まずつけるだけ。はけ目とか気にしなくていいです。で、漆かぶれって一回かぶれるとどんどん弱くなるみたいです。僕らは子供の時からあったんで全然そこまで大変な思いした経験はないんですけど、一番最初ってちょっとやっぱり見てなったって感じですか？全くなかったんですよ、僕は。もう子供の時にこう足突っ込んだりしてたらしいんですよ、遊んでて。そうだから大丈夫。触ってるし吸ってるしってことでも足ダブってついたら母も脱ぎちゃったんですよ。だからこうヘラでね取ってたらしいですよ、足から。子供の足からこうやってもったいないから。もったいないからだ。これ配り終わります。そしたらこれを均等にしたいんです。だから向き、さっきの研ぎの向き、あんまり意識しなくてもいいですけどがこれだったとします。そしたらもう垂直に行ったり来たり、行ったり来たり、行って帰って、こっちばっかやってるとこっち溜まっていきます。これ本当に効いてます。本当に均等になっていってます。で、早いとこう置いてきちゃいます。だからこうその中国人女性の髪の毛の故障こう常にこう引っかかってんなーという感じで戻す。この作業がすごい大事で、ムラなく塗る。でこっちの前もこんな感じで行ったり来たり、とにかく動かす。で早はけにうまい人はいないと言われていて、はけが早い人にうまい人はいないということわざめいた言葉があります。これで、均等になりました。そしたら最後の鳴らし、余分なのを取って、ここはねフリースタイルでもいいんです。もう見せる概念。基本的なやり方はちょっとこの側面から入ります。まっすぐゆっくりはけ、ゆっくりまっすぐまっすぐ。これはね一方向でいいです。まっすぐで、そこ決まりました。そしたらここに当たりというのができています。始まり、これを消します。まっすぐで、ここに当たりできてます。それこう回転させて、こうやってこれを折っていきます。こうやってこれがね簡単なやり方。簡単というか基本的なやり方です。で最後そーっと厳密に言うとこう斜めに侵入するとはけ目立ちません。そんなに当たりが最後優しく。でこれ強そうに見えますけど結構ソフトです。こっちの方がプロっぽい。一撃品物に対して垂直で、どんな形にしてもいいです。左手はこれでもいい。これで終わりです。で余分なとこついちゃった僕は取りますんで、後で取りますから。これティッシュとか取るとこうほこりだらけになっちゃうんで手でいきます。
っちについたのもね後で取りますから、こんな感じです。見てください。何でも全てをします僕の知ってることなら。これでもやっぱり若手の子が7年ってしんどいですね。そうだとうちの会社のことが見てもやっぱりこう短いスパンでちょっとこう承認が満たされなきゃなんか2年とか3年ぐらいでなんかそうね。ミリ紙の補佐の補佐みたいなのが取れるとちょっと自信がつくな。まあ、賞味3年やればやっぱりでもちょっと見えてくる。見えます見えます。1年です見えます、ちゃんとやれば、ただすごいいろんなものを塗るとか、非常になんか多角的な知識が経験が必要になっちゃうんで、だから何でもやってみて何でも失敗すると早いんですよ。だから失敗できる環境があんまないんで、だから塗りの場合ってトイレ塗り直しちゃえば OK なんで、あんまりこう取り返しのつかないことにはなりにくいなりにくい、なりにくい。今私たちもこう仕上げの塗りだけども、その工程はもう木のところからそうですそうです何度もですもんね。そうです。木地師さんが引いて、そうですどよねうって引いたその木を下地やってっていう感じ。で木目はもう潰す感じ、隠していく。だから昔の人はプラスチックを作りたかったんですよ。つるっとした。そうですで今あるんで、んだからああいうちょっと木目見せたようなのが増えてる。逆に。なかなかその工程がね、たどり着くまでが大変ですよね。そう、たどり着くまでが大変。そうですよね。1年じゃ毎週通って25回塗るから知らないけどすごいびっくりするぐらい多いな工程と思うと思うんですよね。これでもこの地の朱色を出すのに結局同じ朱色を乾かしてから塗り乾かして。そうですね、そうですね。でも3回ぐらいで相当大丈夫かな、最後は。やっぱりでもいっぺんには塗れない。そんで下地赤だろうが何だろうが黒中といってね、黒で塗っていきます、ドーッと。で最後の 2,3 発赤という感じ。ずっと赤やってると顔料手間かかってっちゃうんで、で水銀酒って非常に高いんですよ。だから最後の赤中、黒中終わったら赤中で上塗りっていう感じ。で最後の2回だけっていうのがセオリーですね。これがお箸になります。これ五角箸といって、まあ合格とか五芒星とか非常に縁起のいい箸になってます。でこれね、生地違うんですよ。白タガヤとマラスという木なんですけど、硬い木。ちょっと選んで見てください。これ塗った後。あ、塗った後ね。だこういう雰囲気になりますよってことですね。違うね。これがほら長いじゃない。こっちでしたよね。はい、こっちでしたよね。です。これ台があります。お箸もこれ何センチとかって言ってるじゃん。そういうことだよね。目音橋も長さ違そう、違うう。のね。若干長めに切っとこうかな。先もしたくなっちゃったら、こんな感じでやはい。ってみます。やはり。そのためのジグでもあるんで。はい。こうまっすぐ引くだけ。はい、持ってみてください。いいっすね。いいね。と今回は生地調整、生地ペーパーといって水つけないカラーペーパーでいきます。
ちょっと一面だけやりますね。もうここ平面部分はもうこれもんで当てていいです。でここ小口なんでボソボソになりやすい。水も吸うし漆も吸いやすいんで、なるべく当ててください。あとこっちも。で最後面取りといって、まずこの五角形の平面を当てます。最初平面狙います。こうだらーっと当ててると意外とここの角しか当たってないんで、割とこう真ん中ら辺をこう狙います。でここはなんと口に当たる部分なんで、なるべくこう当てとく。まずここを当てます。持ちにくかったらこっち持ってこう当てます。全部当てたら最後こうやって面取ります。角を落とします。こうだらだらランダムで当ててるとこう揺れていっちゃうんですよ。なので最後に角を当てる。最初は平面、全部平面やるという感じでやってみてください。これは同じものですか？同じです。そんで後ろやる時もこうずれちゃうと斜めになっちゃうんで、ちょっと気をつけてください。でも結構使いやすい、かなり使いやすいお箸なんで、お箸とかスプーンって無意識に選んでるんですよね、家で。こう棚とか開けてパッて取るときに無意識にこう手が選んでるんですよ、使いやすいの、てか自分の、そうだからね、それに選ばれればこう使っていただけると思います。五角形の方がいいよね。 2つ合わせて頭角とかね、その縁起のらしいです。政治家しか使わないですよね、頭角はね。まあね。どうでしょう。あ、いいですね。OK。それでは先やっていきますね。これもうちょいできますね。もうちょいできますね。ここ口に当たる部分なんで、で、まあ銅管ってこういろんな方向向いてるんで、こう実はいろんな方向からやっちゃってもいいです。で、漆って乾くと硬いじゃないですか。だからちょっとでも銅管がザラッとしてるとそれが硬くなるっていうことなんで、そうだからとことんやっといても、ただそのザラザラもいいんです。そう。すり漆ってすっごい使うんですよ。この技法って、この作業工程でもいっぱいありますし、まあ、どこの人もやってるっていう感じですね。で、小田原とかは、すり漆、吹き漆が、盛んです。ありますし、木目を見せる寄せ木とかが多いんで。さっきの漆。そしたらまずこの一つのタオルで、もうこことかもこれでいいです。でこっちにつける。すり込む。よーく、まあ、このさっき平面狙ってたように同じ感じで平面すり込む。でもう一つの綺麗な方拭き取る。よく拭きます。残しません。よく拭いたらこっち持てるんで、先もこんな感じでつけて拭くだけ。
ただよく見てこの銅管黒い部分が白いのがないように全部に入るよ。だから量で結構ね押しちゃっていいと。どうせ拭いちゃうんだから少なくていいじゃんと思うんですけど、量でね結構入っていきます。拭き取る。これで終わりです。漆器の塗り動画はいかがだったでしょうか。今回の体験ではお椀とさじにお箸を入れた3点セットを撮影し毎日使っています。塗った直後より確かに色は濃くなっていて、これが使い込むうちに淡くなっていくそうなので楽しみに使い続けたいと思います。抗菌性が抜群でだんだん普段使いできる、自分で作った思い入れのある漆器作成、皆さんもいかがでしょうか。それではまたね。